皆さんこんにちは、ズーです。今回は後ろにある建築を作った際に使ったテクニックをいくつか紹介します。ディティールを凝りたい方、いつもの建築をアップグレードしたい方、ぜひ最後まで見てください。まずは中の紹介です。実はポケ線になっています。ポケ線は初期位置でブロックを置けない範囲が奥行き11マス、幅10マス、高さ7マスあるので、それを避けてすっぽりかぶせるように建築しました。建築をなるべくコンパクトにするためにポケ線の敷地ギリギリを攻めた最小サイズで作ったつもりです。ですが注意点もあって、ギリギリを攻めたせいで中はとても狭いです。コンピューターといった障害物もあるので、大きめのポケモンは通れなくなってしまいました。また場所によってはカーテンなどポケ線を隠す家具も置けません。真似する場合はこの点を念頭に置いて、一回り大きくするなりして作ってもらえたらと思います。ポケ線の左側にはフレンドリーショップも併設しています。2軒とも外観が変更できず、作りたい街のテーマに合わせるのが難しかったので、思い切ってこのような形を取りました。外から見るとこのようになっています。ほぼ左右対称のハーフティンバー様式で、中央には塔屋があります。街に入ってすぐの立地なので、凛とした佇まいを意識して作りました。設計図はこちら。地面から2マス目の高さで建築を水平に切った時の平面図です。建築の横幅はポケ線が偶数、作った建築が奇数なので、帳尻を合わせるために完全な左右対称ではないです。真似していただいても全然構いませんが、自作発言や無断転載は控えていただきますと幸いです。ではここからディティールとテクニックを紹介していきたいと思います。まずは入り口です。奇数の横幅に合わせて3マスの入り口に、上げ下げ窓を木のクロスドアで挟む形にして、ドアの上にはフレームガラスで圧迫感を少なくしました。クロスドアはつってる方を外側にして観音開きになるようにしています。ツルツルの日よけは少しカジュアルな印象ですが、入り口が分かりやすいように設置しました。次は鎧戸です。鎧戸とは開口部を覆うために外側に設置される建具のことで、主にヨーロッパでよく見られます。それをポコポケでは蓋付き窓で再現しました。壁に対して平行に置いたら浮いてしまって気になったので、垂直に設置しています。窓の下は桟橋で物を飾れるスペースを作りつつ凹凸感を出しました。蓋付き窓は木のついたてでも代用できたので、お好きな方を試してみてください。次は壁面で使ったテクニックについて。建物中段からは垂れ幕を垂らしています。ハーフティンバーの壁が連続しているところに違う流れを入れたかったので、ワンポイントで使いました。下の2マスは壁面から離れているので、軽やかな印象がプラスされると思います。クモの巣はベタベタイトというアイテム名です。夢の島などで自然生成されたものを電磁浮遊から Y ボタン長押しで回収できます。次は出っ張った窓台で、アイテム名は壁付けテーブルです。特に窓の下につけるのがおすすめで、簡単に凹凸をつけることができます。ポコポケやマインクラフトといった立方体ブロックが基準のゲームは全体的に厚みが出やすく、武骨感、
重量感のある印象になりやすいので、材の薄いアイテムは非常に重宝します。上に物を置けるのもポイント高いです。次は建物に絡まる植物です。私はどちらかというと、建築は新築でピカピカなものより使い込まれてちょっと傷んでるくらいの方が好きなので、意図的に植物を這わせたり蜘蛛の巣を張ったりします。中でもぐるぐるツタは上面、側面と複数面にわたって装飾できるので、密度を上げるのにぴったりなアイテムです。このアイテムはブロックの側面に向かって木の葉を長押しすると生えてきて、電磁浮遊で回収できます。簡単に密度と風化具合を出せるので、たくさん用意しておくのがおすすめです。次は屋根の紹介に移りましょう。まずはとんがり屋根です。なぜ屋根ブロックがあるのに立方体のブロックで屋根を作ったかというと、こういう途中で勾配がきつくなる屋根を作りたかったからです。屋根ブロックと併用してもできなくはないんですけど、色味とか質感が合うブロック同士を見つけるのが難しかったので、片方だけを採用しています。そしてより滑らかに見せるために階段を染色して使いました。てっぺんは鉄の囲い、その上に鉄の柱、その上に風見鶏を乗せて細かく尖らせています。柱の間には鐘を設置して毎時0分になりそうな雰囲気を出しました。次は入り口の屋根部分。マイクラだと階段を逆さまに設置できて滑らかな屋根を作れるのですが、ポコポケではそれができないので、代わりに屋根の支えをつけます。そうすると構造の一部のように見えて、カクカクした段差もぼかすことができます。また屋根と違う色にすると斜めのラインが強調されるので、よりつながった一本の部材に見えるようになります。同じ部分から吊り下げランタンの紹介です。ランタンと鎖は厳密にはつながっていませんが、目を凝らさなければさほど気にならないかと思います。桟橋の上の板部分は屋根瓦を固定する材っぽくて、個人的にはシンデレラフィットだと思いました。さらに板を伸ばして吊り下げれば装飾に立体感が生まれますし、ペイントで色を変えられるのでいろんなテイストに合うと思います。次は屋根の細かな装飾です。建物の棟にはメタルの柵を連続して設置。曲線と突起のデザインが華やかで優雅な印象をプラスしてくれます。繊細かつ色味を締めてくれるので、建築を引きで見た時にも見栄えがいいです。時々メタルの柵の扉を挟んでより曲線を強調させるのもおすすめです。またこちらの屋根から飛び出た茶色の部分は家具のカウンターの台です。メタルの柵以外にもアクセントが欲しかったので採用したんですけど、下の柱が少しだけ飛び出ているように見えて、なかなか気に入っています。最後は屋根に生える苔と傷んだ屋根です。苔やつるは屋根全体に均等に生やすより、複数の塊を作るように生やすのがコツです。自然界の植物も植樹など人の手が入らない限り均等に生えることはあまりないと思うので、それを意識すると違和感なく配置できるようになると思います。そして屋根の色が一部違うことに気づいたでしょうか。実は屋根材の鱗タイルは2色使っていて、
メインで使っているのが白にペイントしたもの。汚しとして使っているのがペイントしていないノーマルなものになります。2種類使うことでのっぺり感が薄れます。こちらも塊を作るようにポイントで使うのがおすすめです。最後に意識しているテクニックのまとめです。ブロックにとらわれず、いろいろな家具も混ぜてみる。浮かしたり飛び出させたりしてみる。汚しや風化具合を塊と意識して使ってみる。以上を念頭に置くと、いつもの建築をアップグレードできると思います。ぜひ参考にして建築楽しんでください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。